皆さん、こんにちは。今日は和製英語についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。ホチキスやガムテープはカタカナで書かれていますが、これらは英語ではありません。ホチキスはアメリカのホチキスを作る会社E.H. ホッチキス社の名前が日本に入り、日本ではこう呼ばれるようになりました。ガムテープは段ボール箱を閉じるのに使われる紙製、または布製のテープで、ガムはゴム製の接着剤に由来しますが、英語ではダクテープと言い、ガムテープとは言いません。このように、日本語でカタカナで書かれ、英語のように見えるけれど、実は日本でしか通じない言葉を、和製英語と言います。和製英語には、他にも例えば次のようなものがあります。ノートパソコン、ラップトップ型 PC のこと。パソコンはパーソナルコンピューターの略語。ノートブックのノートとパソコンを合わせて作られた用語です。マジック、油性のフェルトペンのこと。日本会社が発売したマジックインキという商品名が一般化し、マジックだけで油性フェルトペンのことを指すようになりました。コンセント。電源を供給するコンセントのことを、日本ではこう呼びます。大正時代。1912から1926に使われていた。コンセントリックパグという用語から、現在のコンセントという言葉ができたようです。マイ。自分のを意味する言葉として、日本語では英語のマイから取ったマイという言葉が使われることがあります。例えば、マイカーというのは、自分が持っている車。マイホームは自分が買った家。マイバッグというのは、買い物用に自分が持ってきたバッグのことです。例えば、前田さんはマイホームを買いました。レジ袋は有料なので、マイバッグを持って行った方がいいですよのように使うので、外国人にとってわかりにくい表現になります。ホチキスやガムテープはカタカナで書かれていますが、これらは英語ではありません。ホチキスはアメリカのホチキスを作る会社E.H. ホッチキス社の名前が日本に入り、日本ではこう呼ばれるようになりました。ガムテープは段ボール箱を閉じるのに使われる紙製、または布製のテープで、ガムはゴム製の接着剤に由来しますが、英語ではダクテープと言い、ガムテープとは言いません。このように、日本語でカタカナで書かれ、英語のように見えるけれど、実は日本でしか通じない言葉を、和製英語と言います。和製英語には、他にも例えば次のようなものがあります。ノートパソコン、ラップトップ型 PC のこと。パソコンはパーソナルコンピューターの略語。ノートブックのノートとパソコンを合わせて作られた用語です。マジック、油性のフェルトペンのこと。日本会社が発売したマジックインキという商品名が一般化し、マジックだけで油性フェルトペンのことを指すようになりました。コンセント。電源を供給するコンセントのことを、
日本ではこう呼びます。大正時代。1912から1926に使われていた。コンセントリックパグという用語から、現在のコンセントという言葉ができたようです。マイ。自分のを意味する言葉として、日本語では英語のマイから取ったマイという言葉が使われることがあります。例えば、マイカーというのは、自分が持っている車。マイホームは自分が買った家。マイバッグというのは、買い物用に自分が持ってきたバッグのことです。例えば、前田さんはマイホームを買いました。レジ袋は有料なので、マイバッグを持って行った方がいいですよのように使うので、外国人にとってわかりにくい表現になります。